皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャストへようこそ。あゆみです。ケンです。聞いてくれてありがとうございます。ケンさん、早速なんですけど、朝ごはん食べましたか？食べましたよ。パンとコーヒーだけですけどね。シンプルですね。でも、お昼ご飯はどうしてますか？実は、お弁当を持っていくことが多いんですよ。ケンさん、自分でお弁当を作るんですか？はい。簡単なものですけどね。すごい。私も作りますよ。でも、毎日は大変ですよね。そうなんです。でも、外で食べるより安いし、健康にもいいですから。それわかります。お弁当って日本の文化ですよね。そうですね。実はお弁当の歴史はすごく長いんですよ。へえ、そうなんですか？はい。ということで、今回のテーマは日本のお弁当文化です。いいテーマですね。皆さんの国にもお弁当みたいなものありますか？ぜひ最後まで聞いてくださいね。キュンさんはいつからお弁当を作り始めたんですか？大学生の時からですね。お金がなかったので。それあるあるですよね。学生の時ってお金ないですもんね。そうなんです。毎日外食すると高いじゃないですか。うんうん。コンビニのお弁当でも毎日だと結構かかりますよね。だから自分で作ろうと思って、最初はひどかったですけど、ひどかった？どんな感じだったんですか？白いご飯と卵焼きだけ。それだけです。それだけ？でも卵焼きが作れるだけすごいですよ。ありがとうございます。でも友達に見られて、それお弁当って言われました。ちょっと寂しいお弁当だったんですね。はい。色が白と黄色だけでしたからね。お弁当って色が大事ですよね。そうなんです。それは後で詳しく話しますね。楽しみです。私もお弁当で失敗したことありますよ。あゆみさんもどんな失敗ですか？中学生の時、お母さんが毎日お弁当を作ってくれたんですけど、はい。ある日お弁当を開けたら中がぐっちゃぐちゃだったんです。あらら、走ったからですか？そう、通学の動き、カバンをゆらゆら振りながら走ったんです。それは大変でしたね。お弁当って持ち方も大事なんですよ。本当にそう思いました。友達に笑われましたもん。でも、それもいい思い出ですよね。今ではね、その時は恥ずかしかったです。日本では子供のお弁当をお母さんやお父さんが作ることが多いですね。そうですよね。毎朝早く起きて作ってくれるんですよね。大変な仕事ですよね。愛情がこもっています。愛情がこもっている。いい言葉ですね。気持ちがたくさん入っているという意味ですね。そうです。作る人の好きとか元気でねっていう気持ちが入っているんです。お弁当ってただの食事じゃないんですね。その通りです。日本ではお弁当は気持ちを伝える方法でもあるんです。なるほど。手紙みたいなものですか？いい例えですね。食べ物で書く手紙という感じです。素敵ですね。ところで日本のお弁当ってどんな種類がありますか？いろいろありますよ。まず一番よくあるのは手作り弁当ですね。家で作るお弁当ですね。はい。それから駅弁。これは駅で売っているお弁当です。駅弁、新幹線に乗るときよく買いますよね。そうです。駅弁はその土地の特別な食べ物が入っているので、旅行の楽しみの一つなんです。わかります。私も旅行の時、いつも駅弁を選ぶのに時間がかかります。種類が多いですからね。それからコンビニ弁当もありますね。コンビニのお弁当は安くて美味しいですよね。はい。最近のコンビニ弁当はレベルがすごく高いんですよ。レベルが高いっていうのは？味がとても美味しくて見た目も綺麗ということですね。確かに、外国から来た友達がコンビニのお弁当を食べてびっくりしてました。こんなに美味しいのって？そうです。レストランみたいだって言ってました。嬉しい言葉ですね。あともう一つ有名なのがキャラ弁です。キャラ弁、聞いたことある人も多いかもしれませんね。キャラ弁というのはキャラクターの形に作ったお弁当です。アニメのキャラクターとか動物の形にするんですよね。そうです。ご飯や野菜を使って可愛い形を作るんです。あれ本当にすごいですよね。
芸術みたいです。でも作るのはとても大変なんですよ。朝早く起きないといけませんからね。うわー、それは大変だ。お母さんたち本当にすごい子供が喜ぶ顔を想像して作るんでしょうね。な。愛情がこもっていますね。さっき習った表現ですね。上手に使えていますよ。ありがとうございます。ケンさん、お弁当を作るとき、何か気をつけていることはありますか？はい、ここからはお弁当作りのコツを紹介しますね。お願いします。まず一つ目。さっきも少し話しましたけど、色のバランスがとても大切です。色ですか？はい。日本のお弁当には5色という考え方があります。赤、黄色、緑、白、黒。この5つの色です。5つも、それは難しそうですね。でも意外と簡単なんですよ。例えば赤はトマトや人参、黄色は卵焼き、緑はブロッコリー。なるほど。白はご飯ですか？そうです。そして黒は海苔ですね。ご飯の上に海苔を乗せるだけで OK です。へえ、そう考えると確かに難しくないですね。色がたくさんあると見た目が綺麗になるだけじゃなくて栄養のバランスも良くなるんですよ。一石二鳥ですね。いい表現ですね。一石二鳥は一つのことで二つのいいことがあるという意味です。英語でも一石二鳥って言いますよね。同じ考え方ですね。そうですね。世界中で同じ考え方があるのは面白いですね。2つ目のコツは何ですか？2つ目は隙間を作らないことです。隙間というのは空いているスペースのことですよね。はい。お弁当箱の中に空いているところがあると、持ち運ぶとき中身が動いてしまいます。ああ、だから私のお弁当がぐちゃぐちゃになったんですね。そうかもしれませんね。隙間があるとおかずが寄ってしまうんです。じゃあ隙間はどうやって埋めるんですか？小さいおかずを入れるんです。例えば、プチトマトとか、枝豆とか。なるほど。小さいもので埋めればいいんですね。はい、パズルみたいにぴったり入れていく感覚ですね。パズル。面白い例えですね。お弁当作りはパズルか。そうです。だから楽しいんですよ。3つ目のコツもありますか？はい、3つ目は冷めても美味しいものを入れることです。確かに、お弁当は冷たいまま食べることが多いですもんね。そうなんです。電子レンジがない場所で食べることもありますから。冷めても美味しいおかずって、例えば何がありますか？卵焼き、唐揚げ、きんぴらごぼう、煮物、たくさんありますよ。唐揚げは最強ですよね。冷めても美味しいし、みんな大好きだし。唐揚げはお弁当のおかずで一番人気と言われていますね。やっぱり、お弁当のエースですね。エースですね。それから温かいまま入れると水分が出てしまうので冷ましてから入れることも大事です。それ知らなかったです。冷ましてから入れるんですか？はい。熱いまま入れて蓋を閉めると中に水がたまるんです。なるほど。だからべちゃべちゃになることがあるんですね。そうなんです。特に夏は気をつけないと食べ物が悪くなりやすいですからね。夏のお弁当は怖いですよね。だから保冷剤を入れたり梅干しをご飯の上に置いたりします。梅干し。おばあちゃんのお弁当には必ず入っていました。梅干しには食べ物が悪くなるのを防ぐ力があると言われているんですよ。へえ、すごいですね。昔の人の知恵ですね。そうです。昔の人の知恵、つまり昔の人が経験から学んだ方法ですね。ケンさん、お弁当の文化っていつ頃から始まったんですか？実はとても古いんですよ。1000年以上前からあったと言われています。え ?1000 年以上前？そんなに古いんですか？はい。昔の人はおにぎりを竹の皮に包んで持ち歩いていたそうです。おにぎりが最初のお弁当だったんですね。そうですね。そして時代が進んでお弁当箱が生まれました。お弁当箱って日本独特のものですよね。はい。海外では弁当ボックスとして知られるようになりましたね。英語でもベントって言いますよね。そうなんです。寿司やカラオケと同じで日本語がそのまま英語になった言葉です。お弁当が世界に広まっているんですね。嬉しいな。最近は海外でもお弁当を作る人が増えているんですよ。本当ですか？はい。SNS で
日本のお弁当の写真を見て自分も作りたいと思う人が多いみたいです。すごい。お弁当が国際的になっているんですね。ところで、お弁当にはマナーもあるんですよ。マナー？お弁当にもマナーがあるんですか？はい。例えば、お弁当を作ってもらったら、美味しかったと伝えること。それは大事ですね。作った人は食べた人の反応がとても気になりますからね。わかります。美味しかったって言われると、また作ろうって思いますよね。そうです。そして、お弁当箱を空にして返すことも大切です。全部食べて返すということですか？はい。残すと、美味しくなかったのかなと思われてしまうことがあります。日本のもったいない精神にもつながりますね。いいポイントですね。もったいないは、物を大切にする日本人の考え方です。食べ物を残さない、無駄にしないということですね。そうです。お弁当にもその気持ちが入っているんですね。ケンさん、最近のお弁当のトレンドってありますか？ありますよ。最近はのっけ弁が人気ですね。のっけ弁？どんなお弁当ですか？ご飯の上におかずをどんどん乗せるだけのお弁当です。丼みたいな感じですか？そうです。仕切りを使わないので作るのが簡単なんですよ。それはいいですね。忙しい朝にぴったりですね。はい。見た目もおしゃれで SNS にも映えるんです。映える、よく聞きますね。写真が綺麗に見えるという意味ですよね。そうです。SNS に写真を投稿したくなるような見た目のことですね。他にはどんなトレンドがありますか？曲げわっぱのお弁当箱も人気ですね。木でできた丸いお弁当箱ですよね。そうです。木が余分な水分を吸ってくれるので、ご飯が美味しく保てるんです。そうなんですか？だからご飯がべちゃべちゃにならないんですね。はい。昔ながらの知恵が今また注目されているんです。おしゃれだし、機能的だし、すごいですね。お弁当って実は日本人の生活のいろいろな場面に関わっているんですよ。例えば、お花見の時のお弁当、運動会の時のお弁当、遠足の時のお弁当。そうですね。どれも特別な気分になりますよね。特に運動会のお弁当は家族みんなで食べるので、大きなお弁当箱に入れるんです。懐かしい。私も運動会のお弁当が大好きでした。何が入っていましたか？唐揚げとおにぎりと卵焼きと定番ですね。やっぱり唐揚げが入っていますね。お弁当のエースです。はい。外で家族と食べるお弁当は特別に美味しいんですよね。場所が変わると同じ食べ物でも美味しく感じますよね。それ、あります。不思議ですよね。雰囲気も味の一部なのかもしれませんね。いい言葉ですね。雰囲気も味の一部か。さて、そろそろまとめに入りましょうか。はい、たくさん話しましたね。今日の話をまとめると、大きく3つのポイントがあります。お願いします。1つ目、お弁当はただの食事ではなく、気持ちを伝える日本の文化です。愛情がこもった食べ物の手紙でしたね。そうです。2つ目、お弁当を作るコツは、色のバランス、隙間を埋めること、冷めても美味しいものを入れること。パズルみたいに詰めるんですよね。はい。3つ目、お弁当にはもったいないの精神や昔の人の知恵が生きています。1000年以上続く文化なんですもんね。すごいなあ。では、今日のベストフレーズを3つ紹介しましょう。楽しみです。1つ目は、愛情がこもっている。気持ちがたくさん入っているという意味です。料理だけじゃなくて、プレゼントとか手紙にも使えますよね。そうですね。2つ目は、一石二鳥。一つのことで2つのいいことがあるという意味です。日常会話でもよく使いますよね。はい。3つ目は、もったいない。物やこと、時間を無駄にしたくないという気持ちを表す言葉です。日本を代表する言葉ですよね。ぜひ覚えてほしいです。この3つ、ぜひ使ってみてくださいね。さて、最後に皆さんに質問です。はい、聞いてみましょ皆さんはお弁当を作ったことがありますか？どんなおかずを入れましたか？う。お弁当を作ったことがない人は、もし作るなら何を入れたいですか？ぜひコメントで教えてくださいね。
楽しみにしています。それではまた次回の日本語ポッドキャストでお会いしましょう。最後まで聞いてくれてありがとうございました。バイバイ。